指示をこういう風に書いておけば Windows XP ですか？いやダブルエクスポジャーということでよろしくお願いします。毎度視聴者のコメントでよくはい、影の付け方を教えてくださいって言われてますバラバラの素材なんですけど影やハイライトをつけてそれらしく見せてみよう。アニメーションの原画用な影。そうですね。日野井さんが色鉛筆を使ってやってるんですよね。まあ基本赤でハイライトを描いて中を黄色で塗ったりするんですけど、なるほど。水色で影は区切って、まあその水色でザーッと塗っちゃったりするんですけど、影はさらにそれより一段濃い影があるじゃないですか。つくじゃないですか、大体厚みをつけるために。はい。まあそれもまた水色より濃い青とか藍色とかを使って区切るんですけど。じゃあ一般的にハイライトから始まるんですか？影。好きなように。スマホが一番始まりやすそうなので。そうですね。光源をまず決めてやっちゃいましょうか。わかりました。はい。よく光の方向を示すのに、はい、こういう矢印を書いて、お、すごい立体的な矢印が現れました。もしくはこういうこんな感じですれば光がどこから当たってるのか分かりやすいじゃないですか。アニメーション業界でいつも立体的な矢印使ってるんですか？微妙にこっちですよっていうのをしっかりとね、相手に伝えるためにこういう表現を使ってるんですけど、結構簡単にこんなもんでしょって済ませるところが多いですよ。なるほど、分かりました。じゃあ今回はある程度上から来てるんですね。そうですね。影の種類が2つあるんですよね。そのものの影とその、下のテーブル。そうですね。これがまあテーブルの上に置いてると想像したとしたら、そこにもつくから、ちょっとつけてみると立体感出ますよね。赤でハイライトどういう風につけるかな。全然わからないんですけど、一応この今ライトテーブルにもあんまり見えないんだけど、たまにハイライトがどんなライトによるんですよね。例えばこうとか、そして今私が使っているiPhone だと多分こうかな。まあこれは多分あんまりはっきり見えないんだけど、もしかしたらこのボタンが金属だったら、ハイライトとしてこれがどれくらい合ってますか？まあこのサイズで入れるんだったらもっと入れちゃっていいんですよ。ああ、2つとか。まあ特にね、普通テレビとか見てて意識してないでしょうけどね、こういうハイライトの入れ方。じゃあハイライトはこれぐらいにして量はこれぐらいにしてどういう風に軽くこうやって。そうですね。じゃあ次は影を。難しい。ここにも来るかな。光の方向に惑わされずに便宜上ここに入れておいた方が立体的に見えるからいいやっていう感じで入れちゃって全然構わないんでじゃあ一応ここにも。はい、完成です。はい。アニメーターならどういう影をつけるんですか？じゃあお願いします。はい。まずはエッジを。もうちょっと入れたいなっていう時はこことここって境目があるとそんなに凹凸はないとは思うんですけど、あえてここにもバッでこっち側にも入れちゃおうかなって。ここも立体的じゃないから入れる必要はないんでしょうけど、入れたいと思ったらこんな感じで入れちゃうとか。じゃあこんなに薄いハイライトなら黄色はいらないですか？そうですね。ここのところは線一本で表現してるから、ここはいいんですけど、まあここはスーッとこの範囲は。じゃあ色塗りの段階は赤いところは真っ白になるんですか？そうですね。だいたい白に近い色で塗っちゃいますんで、そういう時はまあ画面に入るようでしたら結構大きく。まあ場合にもよるんですけど、普段は入れる必要はほとんどないと思うんですよ。だいたいデータを貼り付けちゃうんで。なるほど、そうですね。これはオフになっている状態の携帯ですね。まあそう思ってもらえれば、ここは黒に近いところにしておけば。で結構演出としてよくやるのがここからここをハイライトを送る
たりするんですよね。ああ、見たことないですか、そういうの。なるほど、ここから来るんだ。アニメーション独自のやり方として止まっていて送ったりするんですよ。ああ、アニメでよく見るのがそのメガネを直すときに、そうですね、メガネのハイライトをこういう風に送るとそれまで見えなかった目が見えるとか。ああ、なるほど、かっこいい。まあハイライトはこれぐらいにして影となるとこうしようかな。まあこんなとこかな。ハイライトは太くなくてもそうですね、薄い線だけでも、そうまあやりようによってはここまでつなげちゃうこともありますけど。ああ、すごい思ったより細かくやるんですね。まあサイズによって違ってくるんですけどね、もっと小さいだったら簡単に済ましちゃいますし。そうですね、これが結構ページのメイン人物になってる、この携帯。ここに厚みがあるとして1本引くとさらに立体感が増すという。へえ。で本当は平面だけどこういう風に入れると、でブラックの場合はアニメーションの場合塗るときは緑で塗ってるんですよね。これでいいんでしたっけ？ブラック、はい。ここを取って BL って呼んでるんですけど、ボーイズラブじゃないよってあ、そうか、私忘れました、テーブルの落ちる影、テーブルに落ちる影は撮影の処理で黒の素材を用意してそれをぼかすんですよね。薄くするんです。そうすると背景に馴染むので。じゃあ今は線で描いてるけど撮影では編集で薄く、黒が薄くなるダブルエクスポジャーっていう指示をこういう風に書いておけば。 Windows XP ですか？いやダブルエクスポジャーということでまあこれだけやっときゃ大丈夫ぐらいじゃないかなっていう感じですけどこれだけでって言ってもすごいね。これ気になってます。この曲がってる形の影は、なんでそういうようにここですか？ここまでつなげちゃうのも脳がないっていうか、ざっくり全部理屈通りにやっちゃうとかえって立体的に見えないんで、少しエッジを残すことで立体的に見えるんじゃないかなっていろいろ試行錯誤しながら影の付け方は考えてます。かっこいいよし、じゃあ次のもやってもいいですか？はいはい。